MSN06S2 シナンジュスタインナラティブバージョン。宇宙世紀 WO94 にネオジオン袖付きに強奪された2機のうちの1機、地球連邦軍が進める UC 計画のもと、サイコフレームの強度追従性をテストするために開発されたジオン共和国の強化人間であるゾルダン・アッカネンが登場した。というわけで、どうもプラシキです。本日はマスターグレード100分の1シナンジュスタインナラティブバージョン経営をレビューしていきたいと思います。2024年6月29日発売、販売価格は8800円となっています。新発売のバージョン経営楽しみですね。そしてここで少し気になったので、シナンジュの系譜のキットを見ていきたいと思います。まずはじめが2008年にマスターグレードのシナンジュのバージョン経営が発売されています。そして2013年にシナンジュスタインのバージョン経営、そして2013年の3月にマスターグレードシナンジュのアニメ版、そして2019年にシナンジュスタインのナラティブバージョンが販売されて、今回のナラティブバージョン経営となっています。なんかちょっとややこしかったので時系列にまとめてみました。よかったら参考にしてみてください。それでは早速内容物をチェックしていきたいと思います。箱が分厚くボリュームがありますね。内袋も当然のごとくこの容量かなり量が多いです。サイドに記載の内容はこのような感じになっています。バージョン経営らしい箱のパッケージになっていますね。そしてこのパッケージアート、バージョン経営らしい渋いパッケージアートとなっています。かっこいいですね。かなりいい感じに仕上がっているんじゃないでしょうか。それではランナー数を見ていきたいと思います。ランナー数ですが、このような大容量となっていました。並べるだけでも一苦労といった感じでしたね。この量を見た時に少し作るのやめようかなと思ってしまいました。今回のキットですが、こちらマスターグレードシナンジュスタインバージョン系じゃないやつのランナーがメインになっているようでした。この量入っていましたね。そしてマスターグレードのシナンジュのランナーがこの量入っていました。そしてバージョン系のランナーはこちらが新規ランナーとなっています。そしてこちらがバージョン系の新規ランナー、エングレービングですかね。新しいこの部分の色分けのパーツしっかりできているみたいですね。楽しみですね。こちらもそうですね。しっかりと細かい造形でパーツが作り込まれています。この辺りはシナンジュスタインの昔のランナーですねが使われているようです。こちらの紺色のランナーもそうですね。この辺りモールド結構控えめですね。そしてこちらが内部パーツになるんじゃないでしょうか。この辺りモールド少し細かく入っているようです。そしてこちらのパーツもそうですね。脚部パーツ、モールド、細かいモールドが入っています。このように内部フレーム関係のパーツはモールドが細かく入っていますね。こちらも腰部パーツ、そしてこちらシナンジュのパーツになっています。結構細かいモールドが刻まれています。そしてこちらも合わせてシナンジュのパーツ、こちらバズーカのパーツですかね。がシナンジュのが流用されているようです。そしてこちらがエモーションマニピュレーター SP ですね。前回ドムの時に使ったものと同じタイプの色違いとなっています。こちらも付属していました。そしてこちらがビームサーベル。少し曲がっていたんですが、ビームエフェクトのパーツが付属をしています。そしてこちらビームアックスのパーツですね。かなり大きいエフェクトパーツが付属をしていました。カラーはどちらもイエローのカラーとなっています。そしてこのビームの波形というんですかね。そちらの方もしっかりと入っていました。そしてこちらがホイールシール。量は少なめ。そしてこちらがマーキングシールですね。バージョン系おなじみになっています。そして説明書ですが、こちらカラーと白黒の冊子タイプの説明書となっています。バージョン系らしい説明書ですね。そして内容ですが、結構内容量多いですね。組み立て工数も多く書かれていると思います。そしてこのようにトップの方にはカラーのポージングしたりとか武器の説明とかの記載もありました。このような記載あるといいですね。そして中ページの方にはこのようにシナンジュスタインの系譜だったりとか、加藤木はじめ氏のインタビューなども
このように記載をされていました。読み応えありますね。そして最終ページにはこのようにマーキングシールの添付場所が書かれています。かなり量多いですね。これ貼るの相当大変だと思います。そして余剰パーツですが、今回パーツ説明書の内容を見る限りだと余剰パーツこれ結構出そうですね。×印がものすごく多いです。多分昔のシナンジュスタインとシナンジュのパーツを使ってるからだとは思うんですが、これはかなり余剰パーツ多い予感です。まずは胴体パーツから見ていきたいと思います。こちらコックピットは透明のパーツで構成されていて、中にゾルダン赤ネンがしっかりと鎮座していますね。このような感じで胴体パーツの内部に組み込むようにできていました。そしてこちらのエングレービングパーツはかなり仕上がりいいですね。出来上がった胴体がこちらとなっています。マスターグレードらしくパーツもしっかりと分割をされていて、合わせ目も出ないような作りとなっていました。いいですね。作りとしてはかなり細かくできているんじゃないでしょうか。そしてここの位置をこのようにスライドさせると、コックピットハッチの内部がほぼ見えないんですけど、足しか見えないんですが見えるようになっていました。ギミックとしては、あとこちらの付け根部分がかなり可動域広そうですね。すごく前の位置まで出るようになっています。続いて頭部パーツを見ていきたいと思います。頭部パーツ、このように内部フレームしっかりとモールドを刻まれていますね。細かくできています。そしてこの外装パーツを取り付けるとこのような感じになります。ちょっと悪役顔してますよね。そしてパーツ分割で合わせ目が出にくい構造にはなっていました。ほぼ目立たないと言っていいんじゃないでしょうか。パーツもしっかりと分割をされていて、しっかりシンプルですがいい頭部になっていると思います。さあ次は腕部パーツ。このように肘の位置、スライドのギミックが搭載されていました。このような肘を曲げるときにスライドして、このようにシリンダー部分みたいなところがついてきますね。そして外装パーツをつけると、このように肘を曲げた際に内部が見える作りになっていました。そして袖付きと言われるだけあって、こちらの腕部にもエングレービングのパーツがついています。こちらのエングレービングもかなり組み立てるとき楽しかったですね。がっちりとはまるんですよね。組み立ての時に気持ちが良かったです。作っていて。そしてマニピュレーターはこのように各関節も独立で稼働するようにできていました。そして肩アーマーがこちらになります。内部もちゃんとモールド入っていますね。裏打ちなどもパーツ分割となっています。そして肩アーマーは合わせ目が出ないようにパーツ分割されていました。作りとしてはマスターグレードらしい肩アーマーになってるんですかね。続いて脚部パーツ。こちら足になるんですが、このように足裏肉抜きないですね。そしてこのアキレス腱の部分、しっかりとシリンダーが上下するようなギミックが搭載をされていました。このあたり嬉しいですね。で、脚部の内部構造ですが、このようになっています。この膝からちょうどすねの部分ですかね、ふくらはぎの部分など、そして膝ギミック、かなり複雑に動くようにできていました。可動域広そうですね。このスラッサー部分も動くようになっています。外装パーツをつけた脚部がこちらになっています。モールド控えめですね。そして合わせ目に関してはパーツ分割されているため、合わせ目という合わせ目は出ないような構造となっています。そして色分けもしっかりとされていますね。続いて腰部パーツ。腰部パーツもパーツ分割と色分けきっちりとされています。細かいパーツ構成になっていました。このような感じになっていますね。各スカート部分はボールジョイントでの接続となっているため、全て稼働するようにできていました。裏打ちはこのように別パーツとなっていて、モールドも入っていますね。ただこの腰部に関してもモールド控えめな印象を受けました。あまりがっつり入ってないのもいいですね。続いてバックパック。バックパックはこのようになっています。こちらもパーツ細かく分割と色分けもされていますね。スラスターの内部にも赤いパーツで別パーツとなっていました。このようにプロペラントタンクの位置、ボールジョイントのため動きますし、スラスターもそれぞれ稼働するようになっています。この付け根の部分もこのように軸で回るように各右左と独立で稼働するようにできていました。
このプロペラントタンクはモナカ構造になっているので、前後で挟み込みの合わせ目がどうしても目立つような構造とはなっていました。そしてこのバックパックの取り付け部分なんかは差し込むタイプの方式みたいですね。続いて武装類。こちらはビームライフル。このビームライフルですが、今回選択式になっていて、このビームライフルを作るか、ハイビームライフルを作るかを好きな方を選んでくださいという記載がありました。今回はビームライフルではなくハイビームライフルの方を作っていきたいと思います。そしてこちらがハイビームライフルとなっています。このようにビームライフルを囲むような形で外装のパーツを取り付けたものになっていました。作りが全く別物のように見えますね。合わせ目はどうしても出る部分があるんですが、少し目立ちにくいとは思います。このようにギミックも搭載をされていました。どうですかね、結構珍しい形をしている、そういったイメージを私の方は受けました。そしてこのようにビームライフルを保持する用のマニピュレーターが今回は付属をしていました。これ結構助かるんですよね。このマニピュレーター保持力高めでした。このようにして取り付けるようになっていました。こういったところちょっと嬉しいですね。続いてバズーカ。こちらもはめ合わせの構造ではあるんですが、結構パーツが細かく分割をされていて、合わせ目が出るところももちろんあるんですが、いろいろなギミックがこのように搭載をされています。スライドギミックですね。こちらの方はスライドできるようになっていました。そしてこちらの方針部分もこのようにスライドで収縮するようになっています。この部分なんかの持ち手もこう動くようになっていましたね。こちらの箇所、根元ちょっと押さえて動かさないと折れそうで怖かったです。そしてこちらの握り手の部分もしっかりと稼働をするようにできていました。結構細かいパーツ構成ですね。そしてこのようにパーツを取り外して方針を短くすればバズーカがコンパクトな形になります。そしてこちらを腰の部分の後ろにこのように保持させることも可能となっていました。そしてこちらのバズーカなんですが、このように先ほどのハイビームライフルに取り付けることが可能となっています。この辺りしっかりはまるんですね。ガチッとくっつくような感じでかなり迫力の武器になりました。そしてシールド、このように色分けがきっちりとされていますね。この辺りも細かい作りとなっていました。裏面もこのように別パーツ化となっていて、各パーツを収納できるようなギミックが搭載をされていました。そしてビームサーベル、こちらは持ち手の部分にダボがついていて保持力が高くなるようになっていますね。こちらが2本付属をしています。そしてビームサーベルの持ち手なんですが、このように前腕部のところにギミックがついていて中に収納できるようになっていました。続いてビームアックス。ビームアックスはこのような感じの形となっています。持ち手が独特ですよね。そしてこのように位置を変えて短くすることも可能となっていました。エフェクトパーツをつけるとこのような感じになります。かなり迫力増しますね。そしてこちらが高出力になった時のビームアックスのエフェクトパーツですかね。そしてこちらこのように2つを1つにまとめて接続できるようなパーツも付属をしています。こうするとかなり長い武器となって迫力増しますね。そしてこちらはグレネードランチャー。このようにハイビームライフルの方に取り付けることができるようになっていました。そしてこうするとまたハイビームライフルのイメージ、印象が変わりますね。そしてグレネードランチャーはこのようにシールドの裏側に収納できるようになっていました。BMAX の方の持ち手の部分もそうですね。このような形で収納できるようになっています。このようにビームエフェクトパーツはシールドに収納した状態でも取り付けることが可能となっています。こちらの高出力バージョンをつけるとかなりでかいシールドになっちゃうんですよね。ただ迫力はものすごくありました。ちなみに今回の余剰パーツですが、この量が余剰パーツとして余りました。こちら何かに使えるといいんですけどね。さあ、それでは全部パーツ完成しましたので取り付けていきたいと思います。一番楽しい瞬間。まずは脚部の方から、このように軸でのジョイントとなっています。こちらの脚部の付け根の部分なんですけど、軸かなり硬かったですね。補助力高いのはいいんですけど、ちょっと無理にポージング取ると、
なんか折れちゃうんじゃないかなって思うぐらい保持力高かったですね。少し気をつけて取り付けした方がいいのかもしれないです。このような下半身となりました。結構どっしりとした感じで重みもあるんですよね。かなり中身が詰まってるようなそんな感じの脚部と腰部になりました。このように水平方向、結構足を上げることができるんですが、先ほど言ったように折らないように気をつけた方がいいと思います。そして前後もこの位置まで上げることが可能となっていました。そして膝ですが、かなり可動域広いですね。そして膝部分が動くギミックも搭載をされています。そしてこのように付け根部分ですが、回すことも可能となっていました。可動域広く取られていますね。そして足首、こちらも可動域広いです。かなり前後にもしっかりと動くようにできていました。そしてつま先部分もこのように稼働するようになっているので、接地面結構良かったですね、この足の部分も。そしてこの後ろの部分も肉抜きはなしという感じですね。そしてこの位置、パーツしっかり動くようにできています。そしてこの位置も稼働するように可動域が設けられていますね。そしてスラスターもこのように動くようになっています。結構メカメカしい感じですかね、内部。そしてシリンダーもアキレス腱部分見えるようにできていますね。脚部シンプルな感じに見えるんですが、意外と詰まっているのかな。そして上半身取り付けていきたいと思います。肩幅このように先にはめ込んで腕部を取り付けるように、そういった作りになっていました。こちらは脚部ほどは差し込み硬くはなかったですが、補助力は高めになっていました。両手つけた状態がこのようになります。かっこいいですね。かなり迫力のある上半身となっていました。肩幅このように上下に上下動きます。そしてこちらのパーツも動くように可動域が設けられていました。そして軸でのジョイントのため360度回ります。そしてこの上腕部もこのような形ではありますね。そして肘ですが、かなり可動域広いですね。二重関節となっています。そしてこちらマニピュレーターはもちろんボールジョイントのため動くのと関節がそれぞれ稼働するようになっています。360度回りますね。そしてこちらには引き出しのギミック、中にはビームサーベルが収納されています。腕部作り細かいですね、こちらも。そして腕を前にやる動作ですが、付け根部分がかなり可動域広いので、前に出す動作はかなり得意そうですね。可動域ものすごく広かったです。ポージングしやすそうですね。そして頭部もボールジョイントでの接続となっています。このような形、頭部つけると一気に印象変わりますね。頭部の可動域前後はある程度このように少し引き出してあげると可動域広くなりますね。なんかどっかで見たことあると思ったら、前作ったデルタプラスに少し似てるんですね、顔の感じが。なんかそれが既視感だったんだと思います。可動域ぼちぼちありますね。そしてバックパックを取り付けます。このように差し込んで下にスライドさせてしっかり保持させるタイプのバックパックの取り付け方法となっていました。バックパック取り付けましたね。上半身かっこよく仕上がってるんじゃないでしょうか。そして胴体部分へ軸で差し込んでシナンジュスタイン本体の完成となりました。どうでしょうか、かっこいいですね。シナンジュスタインナラティブバージョン系完成しました。バージョン系というだけあってさすがにディテールはかなりしっかりしたものになっていると思います。モールドなどは結構シンプルだとは思うんですが、かっこよく仕上がっているんじゃないでしょうか。それでは武装類見ていきたいと思います。まずは BMAX から、こちらも迫力のある武器ですね。この持たせ方かなりお気に入りです。かっこいいですね。そしてバズーカ、こちらも大型の武器となっていますが、しっかりと保持はできました。そしてハイビームライフル、今回このハイビームライフルにバズーカを付属させたりグレネードランチャーを付けられたりと、結構見た感じの印象も変わってかっこよかったですね。シナンジュスタインしっかりとかっこいいキットに仕上がっていました。どうだったでしょうか。皆さんいかがだったでしょうか。
今回マスターグレード100分の1シナンジュスタインナラティブバージョン系を作った感想ですが、さすがのバージョン系らしく細かい部分まで作り込まれていたと思います。エングレービングは作っていてぴったりとはまるので、とても気持ちよく作ることができました。合わせ目なども極力出ない作りとなっているのと、可動域もマスターグレードらしくかなり良好かと思います。ディテールはしっかりとしており、外装モールドは控えめなところも良かったかなと思います。少し気になった点は、股関節の接合部分の差し込みが硬く、保持力がありすぎるぐらいだったので、ポージングなどさせていて無理な力を加えるともしかしたら折れるかもしれません。あとは余剰パーツがとても多かったので、高いキットゆえにその点どうにかならないのかなと思いました。しかし組み上げるのも大変ですが、組み上がった時の達成感はいいものがあると思います。時間を見つけて挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。